高谷さん、これ何ですか？何が？フォースマジュールを発令って書いてあるメールが3社から同時に来てるんですけど、ああ、来たか。来たかって、高谷さん知ってたんですか？先週末から中東のニュース追ってたんだ。まさかこんな早く飛んでくるとは思わなかったけど。中東のニュース、イランとイスラエル、アメリカとの衝突の件ですか？そう、あかりさん今朝のニュース見た？見てないです。じゃあ今から説明するけど座って。なかなかしんどい話だから。え、しんどい。先週金曜の夜にカタールのエネルギー施設が攻撃されたってニュースが出てて。カタール産油国の？石油だけじゃないんだよな。そこが止まったら中東から来る素材が全部止まる可能性がある。うちで使ってるアルミ知ってるよね？はい、部品の筐体に使ってるってやつですよね。そのアルミの仕入れ先、中東のサプライヤーが入ってるだろ。そこから今朝のメールが来たと。え、それってつまりアルミが入ってこなくなる可能性があるってこと？そう、フォースマジュール宣言で向こうは契約通りに納品できませんと言ってるんだよ。え、契約したのに納品できないって、それって常識なんですか？調達現場、特に海外取引ではフォースマジュール、つまり不可抗力宣言っていうのがあってさ、想定外の事態が起きた時、サプライヤーがこれは契約上の義務を果たせませんと宣言して納品義務を免除される契約条項が入っている場合があるんだ。つまり突然届けられませんって一方的に言われるってこと？そう、まさにそれ。買い手には突然の供給停止が通知されるわけだよ。それめちゃくちゃ困りませんか？めちゃくちゃ困る。だから今から何が起きてるのかを整理していくよ。はい、お願いします。今週の頭、米国イスラエルとイランの対立が軍事衝突になった。イランがペルシャ湾岸のエネルギー施設に無人機攻撃をかけて、そのターゲットになったのがカタール北部にあるラスラファン工業都市。LNG 液化天然ガスの生産拠点なんだけど、そこが止まった。LNG が止まったら電気も止まるとか？それだけじゃない。ラスラファンは LNG だけじゃなくてメタノール、尿素、ポリマー、アルミニウム、そういう素材の一大産地でもあるんだよ。そんなにいろいろ作ってたんですか？ちょっと怖い数字を見せてやろうか。え、怖い数字。欧州の天然ガス先物が一時50%高騰した。アルミも3.8% 急騰。メタノールは3日間で14%上がった。3日間で 14%。つまりこれって私たちの仕入れコストに直撃するかもしれないってこと？そう、まさにそれ。さらにバーレーンのアルミニウム製錬所アルバって大手ホルムズ海峡が通れなくなったせいで出荷できなくなった。それでフォースマジュールを宣言してきた。ホルムズ海峡。すごく細いところですよね。そこが今回の本丸なんだよ。ホルムズ海峡の幅約50キロ。大阪から神戸くらい。すごく細いですね。その細い一本道を世界の原油の約20%が通ってる。1日2000万バレル。LNG も同じく世界の約20%。アジア向けの LNG に絞ると中東産の83%がこの海峡を通ってくる。それ関係あるんですか？アルミと。それがな、めちゃくちゃ関係あるんだよ。精錬所って電力を大量に食う。その電力の元になるガスがホルムズ海峡経由で来てるんだ。海峡が止まれば電力が止まる。電力が止まれば精錬所が止まる。全部つながってるんですね。しかも厄介なのはこれが初めてじゃないってこと。1987年から88年のタンカー戦争でも同じことが起きてるし、2019年から20年にも緊張局面があった。繰り返してる。繰り返してるのにみんなまだ中東から買い続けてるってことは。平時は安いからだよ、単純に。中東産はコスパがいい。だから集中する。集中してるから止まると一気に困る。で、うちってどのくらいリスクがあるんですか？実は把握しきれてないんだよ、正直なところ。えー前者の品目の調達先を追っかけきれていないはずなんだ。じゃあ何から始めればいいんですか？あかりさんが担当してる品目で中東から来てるものって何がある？アルミの板材と、あとポリエチレンの袋材ですかね。うろ覚えですけど。そのサプライヤー、中東のメーカーと直接取引？それとも商社経由？商社経由です。でも、商社の先がどこのメーカーかはあまり意識してなくて。それが問題なんだよ。二次サプライヤーがどこの国かを把握できてないと、フォースマジュールが宣言されててもうちに知らせがあるかさえわからない。
確かにさっきのメール3社から同時に来て全部読んでも具体的にうちの何の材料に何が起きてるか整理できなかったし。だろ？だから第一歩は自分の担当品目の調達先を国別に出すことなんだよ。中等集中度スコアみたいなもんを自分で作る。中等集中度スコア。品目ごとに調達先の国別比率を出す。特定の国に 50% 以上が集中してたらそこはリスク。そういう感じの。つまり自分がどれだけ中東に頼ってるか数字で見える化するってこと？そう、まさにそれ。数字にしないと動けない。感覚でなんとなく多い気がする。じゃあ上に報告もできないし対策も立てられない。じゃあ代わりの仕入れ先はあるんですか？中東以外に。あるにはある。でも正直な話をするよ。だいたい先に切り替えるとコストが上がる。スポット調達だと通常価格の10から 30% 増しになることが多い。一元さんだし足元を見られるからね。10から 30% 増し。アルミで言えばオーストラリアとかマレーシアから持ってくることになるんだけど、リードタイムも3週間から6週間かかる。今在庫って何日分あるんでしたっけ？そこを確認しないと始まらないよね。はい、確認します。でも緊急時はさらに跳ね上がるってことですか？そうだよ。みんなが代替先に殺到するから。だからこそ平時に手を打っておく必要がある。俺が前の職場でやらかした話するか？高谷さんもやらかすんですか？みんなやらかす。国内調達やってた時、尿素の仕入れ先が1社しかなかった。尿素って農業の肥料ですよね。農業だけじゃない。大型ディーゼルトラックの排ガス浄化に使う尿素水、アドブルーって言うんだけど、それが切れるとトラックが動けなくなるんだよ。走れなくなる？2021年に韓国でそれが起きて、トラックが止まって物流が混乱した。あかりさん、うちの工場の部品なんで運ばれて届くか知ってる？トラックですよね。そう、全部トラック。宅配便もスーパーへの食品も工場への部品も全部が尿素水で動くトラックに乗ってくる。今回カタールが尿素の生産も止めてる。韓国みたいなことになったらうちの工場にも部品が届かなくなる。つながってる。全部つながってる。で、前の話に戻ると、1社しかなかった仕入れ先が急に納期延期を言ってきて代替先を探したんだけど、当時は知ってる会社はあっても取引実績がある会社がゼロだった。知ってると取引があるって違うんですか？運命の差がある。見積もりを取って品質確認して採用を判定して発注を実績として作っておかないと緊急時には動けない。知ってるだけじゃ買えない。メモってもうメモ帳2冊目に突入なんですけど。じゃあ今日学んだことをまとめようか。はい、今すぐやるべきこと3つ。まず自分の品目の中等集中度スコアを出す。次に代替先サプライヤーを最低2社2地域実際に見積もりして実績を作る。それを年に1回見直す。年1回ルーティンにしないと絶対忘れそうですけど。だからチームの KPI とか業務カレンダーに組み込む仕組みにしないとやらなくなる。備えてた会社と備えてなかった会社では今頃対応が全然違うってことですよね。そういうこと。最悪なのは危機が来ても何も変えないこと。わかりました。とりあえず今日中に主要な担当品目の国別比率を出してみます。そのスピード感好きだよ。でもデータ出したら怖いかも。怖くていい。怖いってことはちゃんと現実を見たってことだから。なんか中東が止まると日常が揺れるんですね。いい表現だな。高谷さんが教えてくれたんですよ。さあ昼ご飯、データは昼から。ああ、そうだ。プロキュリア面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします。登録といいねが次回の燃料です。